川部屋、欧勝海、石川県出身鳴戸部屋、湘南の海、神奈川県出身高田川部屋、錦富士、青森県出身伊勢ヶ濱部屋、豪ノ山、大阪府出身武隈部屋、狼雅、ロシア出身二子山部屋、獅子、ウクライナ出身性格が出てしまうんですよね。はい、さあ朝紅龍にとっても大事な一番です。西の前頭17枚目、下に半枚しかありませんので、この一番勝っておかなければ十両陥落となっても仕方がありません。今場所いい相撲を取ってたんですね。とてもね、動きもいいですし、気持ちのいい相撲を取ります。両者にとって来年の1月場所に向けて大きな一番です。行司は木村庄三郎です。合いません。わずかに呼吸がずれました。いい当たり、左回しは切れましたが、今度は右の回しです。結び目を取りました。琴恵光、ちょっと深めの回しでした。勝ったのは朝紅龍です。朝紅龍が勝って勝ち越しが決まりました。幕内残留が決まったと言っていいでしょう。琴恵光9勝6敗で終わって、他の力士との成績の比較ということになってきそうです。いきなりですけど握手を入れますか。そうしましょう。勝ち越し。はい。左から膝を使いながら、そうです。腰をカッてこうね。この立ち合いはいいんですけどね。上手取りに行っていいんですけども、やっぱり最初一発当たって左取り行くとかね、右取り行くとかする方が最初が一番感じってよく言うじゃないですか。やっぱりそれのスタートが上半身が上がる相撲をずっと取り続けないといけないので、最後は下から攻めてる方が有利になるんですよね。朝紅龍得意の左からの、それを言えば三役のね高安も7勝7敗で今日千秋楽ですし、高安なんかもっと早く勝ち越していいんじゃないかっていう感じの相撲なんですけどね。でも星が追いついてないですよね。しかし力士も大変です。この千秋楽の一番に来場所1月場所の番付が幕内か十両かという、ここがかかってきそうです。藤青雲は藤島部屋、武双山関が師匠です。叩きに行きました。そのまま送り出しました。ちょっと反る形になりかけましたが、勝ったのは欧勝海。欧勝海がなんとかこれで幕内に何ですかね。物言いですか。物言いがつきましたね。正面の審判長がただたまたま引っかかってしまうということはね。あります。終わった後髪の毛が何十本もついてたことあります。そうですか。さあどうでしょうか。九重審判長です。ただいまの競技について説明いたします。行司軍配は欧勝海を有利と見て挙げましたが、欧勝海がまげを引っ張っているのではないのかと物言いがつき、協議した結果まげを引っ張っていません。軍配通り欧勝海の勝ちといたします。欧勝海の勝ちとなりました。いいですね。九重親方はちゃんとねこういうふうに言っていただけるっていうのはいいですけど、そうやはりね説明があって、ここの場面だったと思います。これですか。もう一度いきます。前傾姿勢ですが、押すのか回しを取るのか少々迷いがあるような相撲もありました。5勝9敗の成績です。
上手を狙いに行きました。押し倒しました。獅司が勝ちました。獅司が勝って6勝9敗、明生は1勝5敗、9日の休みで今場所を終えました。獅司はどれかほらもっと今ガーっていくのにそうそう、不思議な力士ですね。動きもちょっと理にかなっていないような、言葉は悪いですが、あったりね、味噌であったり、そういう品物であった時代もあったんですよ。そう、初めて聞きました。私も生まれてない時ですから、なんとも知った風に喋ってます。さあ、千代翔馬、土俵上で琴勝峰との対戦、先ほどの琴栄峰の兄です。琴勝峰は7勝7敗、千代翔馬は今場所とても思い切りよく、動きがよく、すでに9勝を挙げています。上手を取りました。この後振り回してきます。上手投げ、千代翔馬勝ちました。2桁10勝目を挙げました。ちょっと、目の下のあたり傷がついてしまいましたが、琴勝峰敗れて負け越しとなりました。立ち合い上手取ってましたよね。もう取りに行きましたもんね。上手取っ今度もうここ、押っつけてるんだ。これ押っつけで取ってる。いいですね。かなりね、東京場所でもそうですし、この九州場所でも時津風部屋の宿舎にはかなりいろんな力士が稽古に来て、かつてはね、鶴竜あたりもよく来ていましたし、なんか集まりやすい雰囲気ってあるんですかね。なんでしょうね。親方が優しいとか。そうかもしれません。いや、親方は厳しいうちは全然来なかったですね。そうですね。時疾の親方は土佐豊の時津風親方です。さあ、千秋楽9勝5敗同士、左を差しに行った時疾です。これもろ差しになって、しかし土俵割ったか。大栄翔が勝ちました。そのままもたれ込みました。あそこでこらえることができれば救って勝てたかもしれませんが、時疾敗れました。踏み込みですよね。踏み込み。タッチペンでちょっと入れますね。タッチ出しとかやるんですけどね。特に押し相撲は。もう一気にそのまま腹でね、そうなんですよ。してますもんね。時疾は左をどうにかいって持ちこたえる関節がどうしても負担くると思うんですよね。そうですか。錦富士もね、怪我で悩んでここまで来て、青森県の関取の記録ですからね。これは明治16年以来142年間続く青森県出身力士の幕内、その歴史をつなぎました。そして今場所も勝ち越しを決めています。木村要之助が合わせます。もろ手を出しました。翔猿ですが起こして出ました。錦富士勝って9勝目を挙げました。翔猿も力入らないですね。ですね、もういつもだったらもうちょっと残ってるんですけど、錦富士のね、出足良かったですよね。場所はね、残れるわけだから。青森といえばね、花田さんの師匠も青森県出身、それからおじさんもね、そうですか。やっぱその時じゃずっとコンスタントにやる人が強いですよね。翠富士、幕内では最軽量ですが、今年は特にこの翠富士をはじめとして藤の川や朝紅龍や、先ほどの時疾なども含めて小柄な力士の活躍もとても目立ったこの1年でした。そういう意味でも大相撲盛り上がりました。この一番、どうぞ。引きが見れるんですかね。どこで友風が押してはたいてくるか。一人で張っていきました。翠富士、はたきました。友風、得意技が出ました。うまいですね、友風。この小さい力士に頭でいくんですよ。これは考えてますね。一時やりにくかったろうな。頭を下げて翠富士が張り手いっちゃったんですね。張り出しで。懐に入られないために、頭からいくんですけども、そんな当たりが強いんではなく、自分の状態を安定させるために、わかります。声を聞くと。ですよね。
さあ佐田の海、幕内力士境川部屋はこの佐田の海と平戸海2人ですが、2人とも今場所は大きく負け越してしまいました。十両の西の龍は今場所勝ち越しを決めています。今日は敗れました。さあ金峰山との対戦です。金峰山6勝8敗です。同じ出羽の海一門の両者の対戦です。もろ手突きから金峰山、体の手繰るのはうまい佐田の海ですが叩き落としました。金峰山が勝ちました。佐田の海敗れて4勝11敗。頭では当たってないんですよね、金峰さんね、携帯で。いや私ね、喋るよりこちらの方が緊張してますよ今場所は。日本出身力士の優勝がしばらくないという時期もありました。それはそれでね、朝青龍なんか頑張って白鵬とかね、そうですよね、照ノ富士もいるし、面白い時代でしたからね。日馬富士、鶴竜というね、強い力士。豪ノ山は8勝6敗で勝ち越しを決めています。阿炎は5勝9敗での千秋楽です。式守金太夫がこの一番に合わせます。手をついて落とす。もろ手突き、足が出ない、押し出しました。豪ノ山の勝ちです。9勝目を挙げました。いい立ち合いで下から攻めてましたね、豪ノ山ね。先ほどの金峰山と比べて阿炎は手が伸びてないですよね。そうですね。これ早いでしょ、豪ノ山が下から。あれ当たって伸びれば阿炎なんですけど、伸びる前に竜電は、四つ相撲ですが左四つ十分、時折外四つでも両回しを引きつけて出ていく相撲もあります。美ノ海は前回しから、とても前さばきのうまい力士です。時間いっぱい、勝った方が勝ち越し、負けると負け越しという厳しい一番です。竜電が先にどうやら右の上手をつかみました。もろ差しの体勢の美ノ海、上手は切れました。引いてひねりました。左からの下とひねり、美ノ海の勝ちです。うまいですね、相撲がね。美ノ海、実際前さばきの話してましたけど、そうですね、回しの取り方がいいですよね。全部取れるけど1枚でわざと伸ばすっていうね。そうなんですか。竜電が先に上手を引いたようにも見えたんですが、この後ここ上手は取ってると思います。いや、これ下で切ってますからね、切るのうまいし、これ1枚回しじゃないですか。取ってるでしょこれ。本当だ、肘張ってるじゃないですか。指が通ってますね。同じ部屋の若乃花、貴乃花という横綱とは対戦しなかったのに、金星の数が多いという。ちょうど付き人ついてた時期ですから。そうですか。いや、面白かったですね。さあ、今日前半12番あります幕内、後半が10番というややいびつな、あまり見ることがない前半と後半のバランスです。制限時間いっぱい。湘南の海も前頭15枚目で大負けしていますので、来場所は十両に下がってしまいそうです。さあ、大野勝が左を差しに行きました。今日も湘南の海がちょっと引いてしまいます。前回し、いい形を作りました。強引に小手投げ、寄り切りました。大野勝が勝ちました。大野勝左差してからもう落ち着いてますよね。そうですか。右から振ってくるっていうのは分かってるんで。なるほど。やはり大野勝は左四つ、今の形の方が四つに組んだ時の格好は良さそうです。
ただいまの決まり手は寄りもう切り。ここで抱え込んでくるんで、ここをね、土俵際を背にして前に出ることはもう無理だと思うんで、あのね、攻め方を湘南の海は固定なんで、やはり大相撲もさらにもっともっとこう子どもたちに魅力のある競技になっていかなければならないところはあります。懸賞金も多くなっていいじゃないですか。それはありますね。私たちの時より全然もそううですか。何倍も以上ですからね。はい、平気で50本ぐらい懸賞がつくケースもあります。さあ制限時間いっぱいとなりました。幕内千秋楽の前半の最後の一番、7勝7敗同士での対戦です。中に入ったのが御嶽海ですが引いてしまいました。熱海富士が勝ち越し、御嶽海負け越しとなりました。2本覗いたのは覗いたんですが、最後の場所からすぐに挟みつけられて引いてしまいました。熱海富士ですね、怖がることなく思いっきり当たれてるんで、踏み込みもいいですし、こういう相撲を取ってほしいですね。玉鷲181センチ、181キロ、189センチです。藤ノ川は120キロという大体60キロほど大人1人分の差があります。まあそれでもこの面構えもいわゆるこの表情もいいですが、厳しい相撲を取ります藤ノ川。さあ年齢差対決はどちらに軍配が上がるのか。行司は木村元樹です。突き落としを見せましたが、見ながら玉鷲、相手を前にここまでは置いています。突き放した、押し出しました。突き出し、玉鷲勝ちました。21歳差対決は41歳の玉鷲が勝ちました。大拍手大歓声。立ち合いひねりましたよね。いきなり首をねとっくり投げのように。はい、ちょっとタッチペンでいきますか。吹っ飛んじゃうんですよね。そうですね。はい。なのでどうしてもこう下からね、いけるとねいいと思うんですよね。この時、この離れた時にスッて下からさっとね。これもうね同じ角度でいっちゃってるんで。あとは玉鷲としてみたらもう落ち着くだけなので、これ一発たった一発ですから、軽いから飛ぶんですよ。みんな遊びで相撲やるんですよね。さあ変わる土俵は平戸海です。三役復帰を目指しましたが、負け越してしまった平戸海4勝10敗、欧勝馬も3勝11敗、なんとご覧の8連敗中。あるいはどこか痛めてしまったのかという相撲に覇気が後半なくなってしまいました欧勝馬です。突っ込んでいきましたね。これは待ったです。大相撲という競技は他の競技には世界中探してもないでしょう。2人の両者が立ち上がってからです。これも突っかけました。左の前回しが欲しい平戸海ですが、後半戦はかなり突き放していく相撲も増えてきました。左で張っていきました。回しがまだ互いに上手が取れていませんが、平戸海左から抱えています。突き落としに行きました。先に平戸海落ちたか。軍配は欧勝馬に上がりました。物言いです。審判が立ち上がりました。ここが勝負というところの平戸海の足を止めるのが早いですよね。まだ土俵際があるのに、なのでただいまの競技について説明いたします。行司軍配は欧勝海を有利と見てあげましたが、欧勝馬を有利と見てあげましたが、欧勝馬の足の出るのと平戸海の体の落ちるのが同時ではないかと物言いが協議した結果、平戸海の体が落ちるのが早く、行司軍配通り欧勝馬の勝ちといたします。よくありますよね、このね
勝負の早くこうもう勝負つけちゃうっていう、はい、そうですね。アクションいけます？はい、アクション、はい、わかりました。あ、ちょっと右から早い早いんですよね。は足揃えて、ここが勝負だって決めちゃわないで、ここで揃いますよね。揃ってもここで止めないで勝負だと思って止めちゃうんですよ。これね、これ早いんですよ。なるほ止めないで前頭2枚目で、今8勝6敗ですから三役返り咲きという可能性が出てきています。平幕っていうの嫌なんじゃないですか。あ、嫌ですかね。多分嫌だと思います。ちゃんと。ご覧のように一山本、今土俵上の一山本ともう一人霧島、この2人が敢闘賞候補に上がっていますが、今日勝たなければ三賞受賞はなりません。若元春8勝6敗、さすがに左四つになれば十分な力を発揮します。三賞獲得なるか、あるいは三役返り咲きがなるかというこの2人の対戦ですが、一山本送り倒しました。一山本敢闘賞が決まりました。11勝目、11山本です。これは右からのお付けが強烈でした。ちょっと若元春全然相撲取ってないですね。左はまあ差しに、でもただいまの決まり手は送り倒し。左が取れなかったというも腰が高かったのと、勝ち越したからといって千秋楽こういう相撲を取るのは嫌だ。花田さんはこの千秋楽勝てば三賞という経験はありましたか？条件がついてあると思います。逃したこともあると思います。あ、そうですか。あんまり意識、耳には入ってきますよね、勝てばって。要するに藤井さんお話してたじゃないですか、以前の、ああいう声が入っちゃうんですよ。やっぱりね。そうなんだって意外とあるんですよ。言わないでくれよと。どうしても声聞こえるじゃないですか。支度部屋はもう声はないんですけどね。さて、霧島に宇良勝っておきますと西前頭3枚目で9番ということで、三役返り咲きもわずかに可能性は残ります。低い宇良、霧島手を突き放していきますが、なかなか起きない宇良。突き落としました。霧島勝って敢闘賞受賞が決まりました。11勝目、落ち着いてさばきました。8ページいきますか。霧島は落ち着いてましたよね。自分で何がやって良くないかっていうのが、もう土俵の上で。ここまではね、宇良もいい体勢だったんです。これが良くなかったんですよ。なるほどね。でも霧島はね、そこをさって攻めていくっていうね。これ悔しいですよね。霧島のまた相撲感の良さ、そうですよね。やっぱ大関上がっただけあるんで、だからね。制限時間いっぱいです。狼が8勝6敗、若隆景6勝8敗での千秋楽。行司は木村寿之介です。いなしました。今度は右の押っつけから上手を探りながら出ました。若隆景勝ちました。千秋楽7勝8敗、狼が8勝7敗で終えました。首が痛そうですね。ちょっと首に負担かかったかなと思うんですけど。確かにそうです。でも踏み込みもいいですし、ここも狼雅がね、体が泳いでいってくれたんで、動きが良かったです。この辺りですね。これやっぱ痛いですよね。首にじって電気が走ったりするんですけどね。狼雅としてもうちょっと頭まで当たっていくんだったら当たって次の動きがちょっと遅いですけどね。なるほど、はい。得意な右四つ。千秋楽の場合は揃い踏みの前にその不戦勝の勝ち名乗りがあります。
行司は幸之助です。手をついてそう呼吸が合わない。手をついて中に入りました。一気の相撲でした。伯桜鵬が勝ちました。伯桜鵬6勝9敗でこの場所を終えました。正代4勝11敗。いい相撲ですね。最初の一番目もじらしてもないですよね。ちゃんと手をついていったんで、正代もこのタイミング取りにくいんですけど、まあ次は自分が先手つきましたね。そうでしたね。でも動揺することなく伯桜鵬も立ち合いいけたんで良かったですけど、ね、終わってもこれ少し休んでもうすぐ巡業ですから。そうですよね。人によってはその場所の休みもないわけですからね、仕事で。大好き高安って見てもいいですね。こんなこと言われたらたまらないですね。頑張らないと高安。なんとかね、高安に一度支配を抱いてもらいたいと思うんですが、この場所も、ここまで7勝7敗という状況で千秋楽。制限時間いっぱいです。長い時間拳を下ろして待ちます。立ち上げた高安、下がらない吉野富士。足に手は届くか。いや、左四つになりました。これ高安の組み手、右からの押っつけ、上手押し倒しました。高安勝ち越しです。三役の地位をどうやら守りました。高安には逆らうんですね。右入ったんで、すぐの位置も悪いし、高安落ち着いてましたね。喜んでですね。これはよかったね。兄弟ですね。でも吉野富士、これ三賞はもらえるんですよね。三賞は大丈夫です。吉野富士は技能賞が決まっています。ですよね。よかった。しかしさすがに大関経験者が力を見せましたね。当たりいいですよ。この吉野富士もね、こう負けずに当たっていくって、この若さ、ガッツですかね。こう上手取りに行くんですよ。取れないですよね。これね、首の向き分かりますか。刺した時の。刺した時のね。さあその前に千秋楽の結び前の一番となりました隆の勝と王鵬、小結隆の勝と関脇の王鵬ですが、隆の勝は負けが込んでしまいましたが、王鵬は今8敗6勝8敗、勝っておきますとこれまで通例では小結にまだ三役として残る可能性が出てきます。いい当たりでした隆の勝。しかし王鵬も下がらない。押し合い、ちょっと隆の勝が引きました。今度は王鵬も引きます。押し出しました。王鵬勝ちました。7勝8敗で今場所を終えました。これで小結に残る可能性も出てきました。高安の立ち合いの当たり良かったんですけどね。王鵬落ち着いて、相手を見ながら我慢して突き放してます。当たりも受け止める感じですけどね。高安の方が当たっていってるんですが、おっつけいいじゃないですか。ちょっと途中で引くんですが、互いに引きました。まず隆の勝が引押し出して王鵬の勝ち。もうコンクラブですね。ここら辺来ると、ちょっと最後も引いちゃって。さあ時間です。
関脇新関脇の青錦、勝てば優勝決定戦です。初優勝に向かって大関琴櫻戦負けるわけにいきません。もうすでに豊昇龍は不戦勝勝ち名乗りを受けて西の支度部屋で控えていると思います。決定戦が決まると豊昇龍が番付上位ですから東に支度部屋を移すことになります。制限時間いっぱいです。青錦にとっては大関という夢に向けても大事な一番を迎えました。43代式守伊之助が合わせます。低い当たり、突っ張り合いになりました。上手を取りに行った琴櫻。しかし顎を引いて体勢が悪くなったか、右を差されてひねりました。下手ひねり、青錦勝ってこれで決定戦です。一部でもない左がちょっとね無双つけるかもしれませんが、ですよね。まあ上手取ったんで危ないなと思ったんですけどね。右を刺されかけましたからね。琴櫻腰引けたんで、はい、刺したんで腰引いたんですよ。はい、そこをうまくすって、まあこれ小兵は鉄則なんですけど、そこをうまく攻めましたよね。この間に豊昇龍は東に大関も考えてますよ。今場所の相撲を見てね、青錦の弱点一生懸命ついて、こう状態上げようとして突っ張ってますけど、これ腰引いちゃってるんですよ。もうね、右入ってるから。ほらちょっと内無双いってますね。上手遠いんで、はい、ね。突っ張って起こそうと、ここは良かったですね。はい、ただ上手ちょっと遠いです。で刺されたんで腰引いちゃダメですね。お父さんは腰くっつけてましたね。右刺されて誰かと思いましたが見事左の上手が遠いし、はい、これはいきますか。どちらでも行きましょうか。はい、いきますか。これ終わってからですね。はい、じゃあこれもう一回見て、大野里本日休場。したがって豊昇龍の不戦勝であります。とても残念ですが大野里が左の検査関節脱臼ということで休場となりました。決定戦やると思ってるでしょ。半分テーピングつけてるでしょ。本当ですね。もうすでに相撲はないですから、不戦勝でやらない人はもうつけてないから、その通りですね。もうでもつけてるから準備してるんですよ。勝ち名乗り、今日結びの一番に組まれていた横綱同士の対戦はなくなりました。豊昇龍勝ってこれで12勝3敗で一旦支度部屋に引き上げて、結びと変わった青錦琴櫻戦を見ることになります。横綱もちょっと変でしょうね。だってそれまで左翼空組で上がってる、なんかそうね、ちょっと調子狂っちゃうんですけど、久しぶりにそういう組に上がらない優勝決定戦です。それから豊昇龍はもうすでに4回目の優勝決定戦、関脇時代から北勝富士戦、それから大関になった後に金峰山王鵬との巴戦、そして横綱同士の先場所大野里との決定戦、先場所は優勝はなりませんでしたが、その前の決定戦は1回目2回目は豊昇龍優勝につなげています。さあ横綱豊昇龍も花道の奥姿が見えました。今日こちらは相撲を取っていません。青錦は琴櫻に勝って優勝決定戦東の花道を横綱豊昇龍入場です。西の花道からは青錦が入ってきます。史上91回目の優勝決定戦2場所連続です。2人での決定戦はそのうち80回目です。
呼び出しは勝之です。東方横綱豊昇龍、西方新関脇の青錦優勝決定戦です。青錦は早く取りたかったんですね。動きがそうですね早く、早く行きたい気持ちがある。できれば回し直してほしかったですね。青錦のね、後ろね、まあちょっと調整できないでしょうね。ちょっと余りすぎですかね。横綱落ち着いてますね。今日相撲取ってないですけど、もう横綱もこれね慣れてるんで、あとはもう相撲頭から当たって低くいけるかですよね。はい、決定戦は39代木村庄之助が合わせます。新入幕から5場所連続で11勝以上、今場所は12勝を挙げた青錦。この場所前から審判部の見解としては、今場所は大関に向けての足場を固める場所であるというふうな見解でしたが、にわかに大関昇進の可能性がこの終盤出てきました。今日の昼、青錦の大関昇進に関する会議が開かれたということです。まだその中身は分かりませんが、どうでしょうか、花田さん。勝って優勝ならもう文句ないかという気はしますよね。私は文句ないと思います。ね、はい。ただこの一番、この何秒かでこの2人の人生が変わりますよね。ああ、そうですか。大変な力士が上位に上がってきました。まだ入門から14場所目。序の口序二段と7戦全勝、その後3段目以降も6勝1敗で4場所取って、去年の九州場所新十両昇進を果たして、そこから全部2桁白星です。幕内に上がっても、そして三役になっても2桁の白星を挙げてきた青錦。過去3回の対戦はすべて青錦が勝っているという、そんな状況での豊昇龍。呼び出し立ち上がりました。大歓声の中、優勝決定戦、制限時間いっぱいです。豊昇龍か、新関脇青錦か。低い当たり、引いた、後ろに回った、送り倒し、青錦初優勝、お見事。どうやら大きな夢をつかんだでしょうか。新関脇青錦初優勝。これで殊勲賞の受賞も決まりました。技能賞、殊勲賞2つの三賞受賞も決まりました。
見事でした。横綱も頭から行きましたね。行きましたね、立ち合いは。いい立ち合い、で突っ張ったんですけど、起こせなかったですね。いや花道の奥抱き合いました。付け人が泣いてます。いる姿、背中でしょうか。今青錦が東の支度部屋に今度は移ります。優勝した力士は東の支度部屋の一番奥で大いちょうをまた結い直します。表彰式に向けて、でそこで記者に囲まれた、これ向正面の奥で両力士がすれ違うことになると思います。後ろについて送り倒しました。今日もね、青錦上がらなかったですね、顎が上げれなかったですね。自信があるんでしょうね、青錦はね。まあでも横綱の地位として責任は果たせなかったけど、でも逃げずに当たっていったんですからね、豊昇龍も、いいじゃないですか、いい取り組みでしたね、2人とも。いや、それにしても青錦の凄さ、ウクライナ出身力士初の優勝、新関脇での優勝は清水川、双葉山、若隆景以来4人目です。もう付け人と抱き合っての喜びですが、これ東の支度部屋にこれから移るというところでした。土俵上は戦いの舞台から表彰式の舞台へと移っていきます。初土俵から所要14場所目での初優勝、これは年6場所制が定着した昭和33年以降一番早い初優勝です。青錦見事に新関脇で初優勝を果たしました。